はいどうも、キスケです。今回は限定星6オペレーター、リーノで組める最強パーティー編成例を解説していきます。リーノ自身の解説はこちらの動画でやってますんで、まだ見てない人はぜひご覧ください。リーノは非常に汎用性の高いサポーターです。すべてのスキルで HP 回復、攻撃力アップ、電磁や自然増幅など、簡単操作で超強力。今回の動画では、リーノで組めるおすすめパーティー、ローテーション、おすすめ装備や武器なども解説していきます。よければ最後まで見ていってください。今回紹介するパーティー以外にも、こんなパーティーで使ってますみたいなのがあれば、コメント欄で教えてくださいね。それでは、行きましょう。それでは、パーティー紹介やっていきます。まずは、地星奥義をメインアタッカーにしたパーティー、リーノ、奥義、タンタン、財飛です。タンタンと財飛で寒冷付着を2段階付与して、奥義の戦技で腐食に変換。これを繰り返しながらダメージを出していきます。基本的にリーノは戦技でライブモードに入ってしまえば、時折挟まる連携技をポンポン発動していれば仕事ができるんで、操作に余裕が出るのもリーノの強みの一つですよね。入れ替え候補としては、タンタンをペリカに変更することができます。ペリカに変更すれば、連携技の関連でリーノの連携技を発動できますし、リーノの素質効果、SP 変換も活用できます。ただ、ペリカに変更するなら、財飛の枠をギルベルタに変更した方が強くなるんですよね。その形はまた後ほど紹介します。各オペレーターの装備や武器はこんな感じ。リーノは生物補助3セット、胴体にルテン警防具がおすすめ。このパーティーだと、財飛にルテン装備をつけているんで、リーノは生物補助です。生物補助にするだけでかなりの耐久力になりますし、アクセサリーの生物補助プレートを2枚積むことで、意志のステータスをがっつりと伸ばすことができます。武器はモチーフ武器のプリズムナイトデビューが最適。時点で通行証武器の黄金時代。時点でジェットがおすすめ。ジェットはメイン能力値アップを目当てに装備できます。奥義は火山用3セット、アクセサリーに生物補助プレートがおすすめ。腕とアクセサリーの一つは新装備なんで注意しましょう。火山用は3セット効果で敵を腐食状態にすると自然ダメージがプラス 50% されます。寒冷を腐食に変換、必殺技で強制腐食と3セット効果を頻繁に発動できるんで強いです。武器はモチーフ武器の42式縮陣が最適。時点で通行証武器の連結点。時点で異棒から選択していきましょう。タンタンは骨砕4セットがおすすめ。能力値も噛み合っていて、3セット効果でがっつりと戦技ダメージを盛れます。このパーティーはタンタンの戦技を頻繁に使えますから、しっかりとダメージを伸ばせる装備をつけてあげましょう。武器はモチーフ武器の落走が最適。時点で通行証武器の暴挙から選択していきましょう。財飛はルテン3セット、アクセサリーにパイオニアガス供給強化装置1がおすすめ。新しいルテン装備のおかげでサブ能力の知性をがっつりと盛りながら3セット効果も発動できるようになったんで、かなり強いですよね。武器は騎士精神、創世のささやき、破壊ユニットあたりから選択しましょう。破壊ユニットを装備する場合、タンタンより先に寒冷付着を付与してしまうと武器効果が発動しないんで、ローテーションの時は注意しましょう。それではローテーションを解説していきます。開幕、財飛とリーノの戦技を発動。重攻撃を2回当てて財飛の連携技で寒冷付着を付与していきます。財飛の寒冷付着が付与された後は、タンタンの連携技で淡水生成。タンタンの戦技で寒冷付着2段階。奥義の連携技で脆弱効果。奥義の戦技で連携技を短縮しながら腐食状態。腐食が付与されたのでリーノの連携技を発動。ここまでが1サイクル。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。まず奥義の必殺で強制腐食。続けてリーノの必殺で強制感電プラス増幅効果。重攻撃を2回当てて奥義の必殺技を変換。変換されたら財飛の必殺技で寒冷と自然増幅。タンタンの必殺で行動不能。奥義の戦技、連携、戦技と動いて脆弱効果をばらまいてから変換された必殺技をぶち込んで終了です。
とてつもないダメージを出せます。続いて先ほど紹介した奥義パーティーをより瞬間火力に特化した形、リーノ、奥義、ペリカ、ギルベルタです。先ほどのパーティーも非常に強くて長期戦もやれる形だったんですが、財費とリーノの増幅効果が被るんですよね。対してこちらの編成はギルベルタのアーツ脆弱、リーノの増幅効果とバフが被りません。なので奥義の必殺火力が 1.5 倍ほど増加します。とんでもない瞬間火力なんで、3分以内や1分以内にクリアしろみたいなコンテンツではこちらの方がいいかもしれません。入れ替え候補としてはギルベルタの枠を財費に変えてもらっても構いません。ただ財費に変えるなら先ほどと同様ペリカをタンタンにした方が強いんで、手持ちと相談しながら先ほどの編成とこちらの編成を使い分けてください。各オペレーターの装備や武器はこんな感じ。奥義とリーノは先ほどと同じ。ギルベルタにルテン装備をつけているんでリーノは生物補助ですね。ペリカは制覇3セット、胴体に旧国防具がおすすめ。連携技のクールタイム短縮で奥義をサポートできますし、能力値が噛み合っているんで連携技からの必殺技と動けば3セット効果も合わさってなかなかいいダメージを出せます。武器は弔いの歌もしくは破壊ユニットがおすすめ。この編成ではペリカの戦技2連打で奥義の連携技を起動するんで破壊ユニットを強く使えます。ギルベルタはルテン4セット、リーノは生物補助でも活躍できるんでありがたくルテンを装備させてもらいましょう。必殺チャージの回復効率をしっかりと盛りながらルテンの3セット効果で必殺技と同時に味方全員の攻撃力を増加してくれます。武器はモチーフ武器の使命必達が最適、時点で術務がおすすめ。弔いの歌は奥義と属性が被っているギルベルタには装備できないです。それではローテーションを解説していきます。開幕リーノの戦技でライブモード、重攻撃を当ててペリカの感電が付与されたんでギルベルタとリーノの連携技を発動。その後ペリカの戦技を2連打して電磁付着の重ね掛け、奥義の連携技で自然と寒冷脆弱、連携技を奥義の戦技で短縮しながら腐食状態。ここまでが1サイクル。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきましょう。まず奥義の必殺で強制腐食、続けてリーノの必殺で強制感電プラス電磁と自然増幅、重攻撃を2回当てて必殺技を変換。その間にペリカとギルベルタの連携技を発動してギルベルタの必殺でアーツ脆弱を付与。奥義の戦技、連携、戦技と動いて脆弱効果をばらまいてからペリカと奥義の必殺技をぶち込んで終了です。とんでもない火力ですよね。続いてゾワンをメインアタッカーにした感電パーティー、リーノ、ゾワン、ペリカ、アークライトです。リーノは必殺技で電磁増幅、さらに素質効果で連携技発動から一定時間電磁オペレーターが戦技を発動すると SP を一定量変換とゾワンと超相性がいいです。入れ替え候補としてはアークライトを意思形態の奥義と入れ替えてもらっても構いません。というより奥義にした方が強い場面が多いです。長期戦を見据えるなら SP 回復できるアークライト、短期中期戦を見据えるなら奥義と使い分けてください。各オペレーターの装備や武器はこんな感じ。リーノは他にルテン装備をつけているオペレーターがいないためルテン3セット、アクセサリーに生物補助プレートがおすすめ。ルテン3セットでもそこそこ意志のステータスを伸ばせます。武器は同じですね。ゾワンは上流3セット、アクセサリーに生物補助プレートがおすすめ。感電や腐食を消費するたびに電磁ダメージを増加させるというゾワンのために生み出された装備でドンピシャの相性です。武器はモチーフ武器の古臭が最適、時点で通行小武器の老行、時点で術務から選択していきましょう。アークライトはパイオニア3セット、アクセサリーに旧国印象がおすすめ。この編成のアークライトは連携技をぐるぐる回すだけなんで連携技のクールタイムと SP 回復時にチームの余ダメージを上げてくれるパイオニアは最適です。武器はテルミットカッターが最適、時点で OBJ 軽人から選択していきましょう。
それではローテーションを見ていきましょう。開幕リーノの戦技でライブモード、重攻撃を当ててペリカの感電、アークライトとリーノの連携技を発動、感電をゾアンの戦技で消費、その後ペリカの戦技で電磁付着、再度重攻撃を当ててゾアンの連携技で感電、その感電をゾアンの戦技で消費と、ここまでが1サイクル。余裕があるならリーノとアークライトの連携技が回復するのを確認してから感電の付与や感電の消費を行っていきましょう。リーノの連携技はクールタイムが9秒でアークライトは3秒なんで、もうガンガン連携技が回って SP 回復もはかどります。やっぱね、リーノが勝手についてきてくれるっていうのがね、ものすごく使い勝手いいね。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。アークライトの連携技に関しては特にローテーションに左右しないんで、発動できる時に発動していきましょう。まずゾアンの必殺技を発動、続けてリーノの必殺技で強制感電プラスパフォーマンスモード、感電をゾアンの戦技で消費プラス電磁付着、重攻撃を当ててゾアンの連携技で感電、また感電を戦技で消費してというループです。アークライトの SP 回復がぐるぐる回りますし、余裕を持ってゾアンの戦技を回すことができます。この破壊力めちゃくちゃ強くなりましたね、ゾアンパーティー。続いてリーノの汎用性を生かしてイボンヌパーティーにねじ込んでみます。リーノ、イボンヌ、奥義、ギルベルタです。奥義の戦技と連携技で自然付着を付与して、それをイボンヌの戦技で凍結状態にします。凍結にすればギルベルタやリーノの連携技も回りますし、ローテーションが非常に綺麗です。入れ替え候補としては奥義をタンタン、ギルベルタを財費に変更してもらっても構いません。各オペレーターの装備や武器はこんな感じ。奥義をルテン装備にしているんで、ギルベルタは鉱山点検、リーノは生物補助にしてます。イボンヌは MI 警備4セットがおすすめ。イボンヌは必殺技で会心ダメージが上がり続けていくんで、会心系のステータスを持ってあげることで強くなります。特にモチーフ武器を装備する場合は戦技や連携技でも会心を発生させないといけないんで、重要度が増します。武器はモチーフ武器の芸術の独裁者が最適、時点でくさび、時点で通行証武器のナビゲーターあたりから選択していきましょう。奥義はルテン4セットがおすすめ。モチーフ武器を装備していて必須厳選も終わらしている人はがっつりとサブ能力を持ってあげないと意思形態にならないんで、最低限の精密加工が必要になります。さらに連携技で付与できる脆弱効果は意志のステータスが600、特化3まで育成していると640必要なんで、それを目指す形で精密加工するといいと思います。武器はモチーフ武器の42式縮陣が最適、時点で通行証武器の連結点、時点で破壊ユニットあたりから選択しましょう。ギルベルタは鉱山点検3セット、アクセサリーに旧国印象がおすすめ。アーツ強度や3セット効果で連携技のブレイク値を上げて、連携技でブレイクを狙っていきます。ギルベルタは特に能力値によってバフの量が変わるなんてことはありませんから、しっかりとアーツ強度を持っていきましょう。武器はモチーフ武器の使命必達が最適、時点で弔いの歌から選択しましょう。それではローテーションを解説していきます。開幕リーノの戦技でライブモード、奥義の戦技、連携技と動いて自然付着の重ね掛け、イボンヌの戦技で凍結状態にしてギルベルタとリーノの連携技を発動、重攻撃を当ててイボンヌの連携技を発動と、ここまでが1サイクル。対複数戦でも意思形態の奥義は戦技に終敵を持っていますから、割とまとめて凍結状態にできるんでかなり強いと思いますね。これは奥義の連携技のタイミングが良くなかったねロダンがプカプカ浮いてましたね。これを繰り返してロダンの第1ウェーブを突破。第2ウェーブは必殺技が溜まった時のローテーションを解説していきます。まず奥義の戦技、連携技、必殺技を立て続けに発動して自然付着を3段階にしていきます。これで必殺。
その後重攻撃を当ててからイボンヌの戦技で凍結状態。ギルベルタとリーノの連携技を発動。再度重攻撃を当ててイボンヌの連携技を発動してからイボンヌの必殺技を発動。リーノの必殺技で強制感電。イボンヌがくるっと回ったタイミングでギルベルタの必殺技でアーツ脆弱。全てのバフを巻き終わった後に変換した奥義の必殺技を発動して終了です。なかなかいいダメージが出ましたね。最後もリーノの汎用性を生かしてレーバテインパーティーにねじ込んでみます。リーノ、レーバテイン、カミーユ奥義です。この編成は対複数戦がマジで強いです。逆にボス戦になると豪華を貯める速度が遅くなってしまうんで、リーノを抜いてウルフガードを採用した方が強くなります。レーバテインの必殺技中は攻撃が激しくて被弾しやすいと思うんですけど、そこはリーノが支えてくれると思います。入れ替え候補としては奥義をウルフガードと変更してもらっても構いません。連携技で灼熱付着というのは変わんないんでね。各オペレーターの装備や武器はこんな感じ。レーバテインは火山用3セット、胴体に旧国防具がおすすめ。胴体で必殺チャージの回復効率を持って、火山用3セットでしっかりと火力を強化できるんで安定感があります。強化戦技2回と連携技で必殺技が回るというのもいいと思います。武器はモチーフ武器のフレームフォージ。時点で通行証武器のダークトーチから選択していきましょう。カミーユはパイオニア3セット、アクセサリーに旧国印象がおすすめ。がっつりと必殺チャージの回復効率を持ってガンガン必殺技を回していきましょう。長期戦になればなるほど生きてきますね。武器はモチーフ武器のカーマインベール。時点で灯火の使命から選択していきましょう。対複数戦が超強いということでローテーションを見ていきます。開幕リーノの戦技でライブモード、カミーユの戦技で灼熱付着、奥義の連携で灼熱付着の重ね掛け、あとは重攻撃を当てて灼熱付着を豪華に変換。カミーユの連携技でリンク状態を獲得。レーバテインの強化戦技を発動してダメージを出していきます。あとはこれの繰り返し。レーバテインとリーノの連携技は発動できるタイミングでしちゃいましょう。この編成の何が強いかってね、やっぱ豪華を一発で貯めれるっていうところだと思うんですよね。で、被弾も気にすることなくガンガン攻撃を振り回せるでしょう。それがたまらなく気持ちいい。必殺技が溜まった時のローテーションに関しては強化戦技が溜まり次第ぶっ放すだけでいいんで、特に解説する必要はありません。敵が多いステージなんで連携技を発動するより通常攻撃をずっと振ってる方が火力が出ます。まあちょっとしたコツとしては、今チャレンジしている敵を倒すと次の敵が出てくるみたいなステージだとリンク状態とかリーノの必殺技で付与できる感電状態を小分けにした方が効率よくダメージが稼げるっていうところでしょうかね。カミーユのリンク状態を付与してから強化戦技で倒す。出てきた敵をカミーユの強化連携技でリンク状態を獲得して強化戦技で倒す。またまた出てきた敵をリーノの強制感電でデバフして強化戦技で倒すみたいな感じですかね。このようにガンガン敵を倒せて超快適です。いかがだったでしょうか。今回は限定星6オペレーターリーノで組めるパーティー紹介でした。リーノにドンピシャに噛み合うのはゾアンと奥義なんですけど、 HP 回復や攻撃力アップを目当てに様々なパーティーにねじ込める汎用性がありますよね。安定感が超上がりますし、何より操作が簡単すぎる。めちゃくちゃ強いオペレーターですから引くことをお勧めします。皆さんはどんなパーティーでリーノを使っていますか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。